こんにちは。今日は、日本語が上手になるために結局真似が一番大事っていうことについてお話ししようと思います。まあ日本語を勉強するときにいろんな勉強方法ありますよね。その教科書を使って日本語を勉強するとか、シャドーイングする人もたくさんいると思いますけど、そういう日本語を勉強する中で、よくある問題、僕がよく聞く問題が、不自然な言葉を使ったり、動詞の活用を間違えたりする人って結構たくさんいるんですよね。それで僕によく質問が来るんですけど、その質問が、この言葉と、この言葉、意味が似てますけど、どっちの言葉使ったらいいですかとか、この文法と、あの文法、意味が似てるんですけど、何が違いますかみたいな質問僕よくもらうんですけど、もちろん僕は違いを理解してますし、説明もできるんですけど、そういう理論を説明するより、結局そういう問題については、日本人の真似をするのが一番っていう話を今日しようと思います。この真似をするっていう方法は、めちゃくちゃ簡単なんですね。もう僕が今こうやって話していることとか、僕だけじゃなくて他の日本人が話していることをもうそのまま同じように話すっていう方法なんですけど、例えば似ている単語って日本語でよくありますよね。例えばミーティングと会議、同じ意味ですけど、ミーティングっていう人もいるし、会議っていう人もいるんですよ。で、僕はどっちも使うんですね。ミーティングも使うし会議も使うし、でその使い分けは、結構人によるし、僕が入ってるコミュニティによるんですよね。僕が入ってるコミュニティの中でミーティングって言う人が多かったら僕はミーティング使うし、その他のコミュニティで、会議っていう言葉をもっと使う人が多かったら僕は会議って言うんですよね。なので結構シチュエーションによるし、なので僕はただ他の人の真似をするだけなんですよ。他にも、友達を誘うとき、友達と一緒に遊びたいときに、日曜日は暇と、日曜日って暇と、日曜日暇。3つ、これ全部同じことを聞いてるんですけど、微妙に、意味が違うし、シチュエーションによって自然に聞こえる文が違うんですよ。日曜日は暇、日曜日って暇、日曜日暇。で、僕はこの違いを、理論的に説明することができるんですけど、理論的に説明するより、やっぱりね、その日本人がこのシチュエーションで、日曜日って暇っていうフレーズを使ったから、僕も自分もこの同じシチュエーションに、いる時に日曜日って暇っていうフレーズを使おうとした方が、自然に聞こえる可能性が高いんですよね。っていうのもこの3つの文の違いを、理論で理解したとしますよね。で理論で理解してしまうとその、シチュエーションに入って何か、日本語を話したい時にその話し始める前に頭の中でどの文法が合ってるか一回ちょっと考える時間が必要なんですよね。でその考えるその日本語を考えている間に他の人が話してしまって、自分が話すタイミングがなくなっちゃうとか、そういうこともよくあるので、その理論で考える時間を少なくするために、もう他の人の真似をする割合を増やすっていうのも大切だと思いますね。で、さっきの、ミーティングとか、会議、日曜日って暇、こういう文法とか単語の問題だけじゃなくて、真似すること、真似した方がいいことって他にもいろいろあるんですよ。例えば、返事。これもね、めちゃくちゃ真似する価値があると思いますね。例えば、そうですか。そうですね。そうなんですか。そうなんですね。そうだったんですね。とか、そうだったんですか。いろいろ、似てる返事ってありますよね。で、こういう返事って、
翻訳するとなんか全部同じになったりするんですよ。確かに意味的には全部似てるんですけど、使うシチュエーションが違ったり、意味もちょっとずつ、違ったりするんですよね。でもこのそうですか、そうなんですか、そうだったんですかとか、意味の違いを理論で一つずつ覚えるのって、めんどくさいし時間がかかりますよね。なので、結局、そのいろんなシチュエーションで日本人が話しているのを聞いて、で、その、返事をその同じシチュエーションになった時に、その返事を真似するっていうのが、やっぱり効果的だと思いますね。その返事の他にも、日本語のフィラーっていろいろありますよね。そのとか、あのとか、僕よく使うんですけど、そういう感じで、ねとか、とね、ほとんど同じなんですけど、使うシチュエーションがちょっと違うんですよ。理論的には、ねの方が、より、もう自分の次に話したいことが頭にあることが多いですね。って言った時は、もう次に話したい、ことが頭の中にあるんですけど、って言った時は、まだ頭の中にアイデアが全然ないけど、とりあえず考えるために、っていう感じですね。こういう理論、一応ありますけど、実際に日本人が会話の中でそんなこと考えてないんですよね。って言った時は、なんとなくもう頭の中にアイデアがあることが多いし、もちろん例外もいろいろあるんですよ。って言うけど、頭の中に考えがあることも、時々あるし、つまり、その日本人が、こんなシチュエーションで、って使ってるっていうことを頭の中に入れて、同じシチュエーションになった時に、自分も、っていうようにした方が、日本語が自然に聞こえる可能性が高くなるっていうことですね。で、次に、そういう他の人が話してる文を、真似する方法について少しお話ししようと思うんですけど、例の文をね、作ったので話しますけど、例えば、そうだったんですね。じゃあ、田中さんは日曜日は厳しいってことですよね。こういう文があるとしますよね。で、こういう文があった時に、この文を見て、一つ一つ文を分析するのは、あんまり良くないと思いますね。もちろん、分析することは悪いことじゃないんですけど、それよりも、この文を見て、この文がどんなシチュエーションで使われてるかっていうのを、考えた方がいいですね。例えば、この文の最後にある、厳しいってことですよね。このですよねの代わりに、ですね。でもいいんですけど、じゃあ田中さんは厳しいってことですね。でもいいんですけど、よく使われるのは、田中さんは日曜日は、厳しいってことですよね。っていう、このですよねの方がよく使われるし、なんか自然に聞こえるんですよ。もちろんですねの代わりにですよねが使われる理由もあるし、僕もそれを説明できるんですけど、その説明を聞いて、理論を理解するより、何回も言ってますけど、真似して、もうこのシチュエーションの時に、ですよねって使うようにしようって、頭の中に入れておくのが、いいと思います。これでこの真似することのメリットっていろいろあるんですけど、やっぱり一番大きいメリットは、その日本語を話すときに、日本語の文を考える前に、自然と言葉が口から出るシチュエーションが増えるっていうことですね。もちろん日本語の基礎が分かるために、ちゃんと教科書を使って、日本語の文法とか理論を、理解した方がいいんですけど、最初はそれだけでいいと思うんですよ。その理論をたくさん勉強するのがいいと思うんですけど、ある程度、中級者とか上級者になってきたら、その他の日本人が言っているフレーズをそのまま真似して、で、その、真似の割合が
理論の割合より増えてくると、もっと日本語が自然に聞こえる可能性が高くなると思います。そんな感じで今日は結局真似をするのが一番大切っていうことについて話したんですけど、やっぱりね、ちゃんと教科書を読んでその理論を理解した上で真似をするっていうこの、ステップが大切なので、まあ最初から全部真似をするっていうのもいいかもしれないんですけど、それだとなんか細かい部分で間違えちゃったり、自分の本当の言いたいことが表現できないとか、いろいろ問題があると思うので、教科書を使って理論を勉強するっていうのも、めっちゃ大切だと思うんですけど、ある程度日本語に慣れてくると、真似をし始めるフェーズが来ると思いますね。そんな感じで今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。